皆さんこんにちは、ゆいです。今日は電車に乗る前から少しだけ心の準備をしてきました。こんにちは、あきらです。心の準備ということは、今日はちょっと熱くなる話題ですか？はい。毎日電車を使う人なら一度はそれやめてほしいですと思ったことがある話です。なるほど。では今日も私たちの日常日本語チャンネルへようこそ。ゆっくり話していきます。私は今朝も電車でほんの小さなことなのに気持ちがじわっと疲れる瞬間がありました。小さなことほど毎日続くと気になりますよね。大きな事件ではないけれど、確実にイライラします。そうなんです。しかも相手に悪気がないかもしれないと思うと強く言いにくいです。今日はそんな電車の中の迷惑行為を私たちなりにランキングにしてみます。題して、電車の中でこれやめてほしいランキング。私たちのイライラトップ5です。かなり正直なタイトルですね。でも共感してくれる人は多そうです。多分聞きながら、わかりますと言いたくなる場面が何度も出てくると思います。経験談も入れながら我慢するのか注意するのか、それとも静かに逃げるのかも話します。では、少し笑いながら、でも本音で始めていきましょう。最初にランキングの基準を決めておきたいです。単純に嫌いというだけでは難しいですよね。そうですね。今回はイライラの強さ、怒る回数、そして逃げにくさの3つで考えました。私は逃げにくさをかなり重く見ています。満員電車だと場所を変えることもできません。私は回数も大事だと思います。1回だけなら流せても、毎朝続くと気持ちが削られます。ただ、体調が悪い人や事情がある人もいますから、全部を同じように責めたいわけではありません。そこは大切ですね。行為は気になっても、その人の事情までは外からわかりません。なので今日は誰かを悪者にするより、自分たちがどう感じてどう対処しているかを話します。では、5位から1位まで少しずつイライラ度を上げていきましょ5位はスマホの音。4位はドア前や大きなリュック。3位は匂いの問題です。う。2位は大きな話し声や通話。そして1位は降りる人を待たずに乗ることです。1位は聞いただけで駅のホームの景色が頭に浮かびます。私もです。しかも急いでいる朝ほどあの場面は強く記憶に残ります。それではまず5位のスマホの音から見ていきましょう。第5位は電車の中でずっと聞こえるスマホの音です。私は通知音が何度も鳴ると気になります。1回なら気になりませんが、数秒ごとになるとこちらまで落ち着かなくなりますね。この前隣の人のメッセージ音がずっと同じリズムで鳴っていて、頭の中に残りました。ありますね。電車を降りた後もその音だけ耳に残る感じです。さらに驚くのは、イヤホンを使わずに短い動画を何本も見る人です。動画は一つずつ音が違うので、静かな車内では特に目立ちます。しかも途中で別の動画に変わるので、笑い声、音楽、説明の声が次々に来ます。私はそういう時、自分のイヤホンをつけます。ただ、音量を上げすぎないように気をつけます。私は席を移動できるなら移動します。でも混んでいる時は結局そのまま我慢します。直接注意することはありますか？ほとんどありません。相手が気づいていないだけなら言いたいですが、反応が怖いです。そうですよね。安全を考えると、車掌さんや駅員さんに相談する方がいい場合もあります。スマホの音は小さくても、逃げられない場所では意外と大きなストレスになるので5位です。第4位は、ドアの前から動かない人と背中の大きなリュックです。これは2つで1組にしました。どちらも本人は止まっているだけなのに、周りの人の動きをかなり止めますね。駅に着いてもドアの真ん中に立ったままだと、
降りたい人が左右に分かれて通ります。一度ホームに降りて、降りる人を通してから戻れば早いのですが、それを嫌がる人もいます。私は以前、降りる駅なのに前が動かなくて、本当にドアが閉まりそうになりました。それは焦りますね。すみません、降りますと少し大きめに言うしかありません。はい。でも行った後、なぜか私が悪いような空気になると少し悲しいです。リュックも同じで、満員電車では本人の後ろが見えないので周りに当たりやすいです。特に向きを変えた時、リュックが急に横から来ます。あれは小さな壁が動く感じです。私は混んでいるとき、リュックを前に持ちます。手で位置を確認できるので安心です。私も前に持ちます。ただ、大きい荷物なら無理に乗らず、一本待つこともあります。少し早く家を出られる日は、その選択が一番平和ですね。ドア前とリュックは、周りが通れなくなるイライラが強いので第4位です。第3位は強い匂いです。食べ物、香水、タバコの匂いなどいろいろあります。匂いは目に見えないので、どこから来ているかわからないことも多いですね。私は空腹の時に隣で強い匂いの食べ物を開けられると別の意味で辛いです。お腹が鳴りそうになりますか？はい、イライラより先におにぎりを買えばよかったと思います。それは少し平和な反応ですね。でも、体調が悪いと匂いで気分が悪くなる人もいます。そうなんです。私も頭が頭痛がある日は強い香水がかなりきつく感じます。一方で、香りの強さは本人には分かりにくいです。毎日使うと慣れてしまいます。だから注意するのが難しいです。その匂い困りますとはなかなか言えません。私は可能なら車両を移動します。窓が少し開いている場所を探すこともあります。車内飲食も長距離列車なら普通ですが、短い通勤電車だと空気がこもりやすいです。場所と時間で印象が変わりますね。新幹線の駅弁と満員電車の熱い食べ物は別です。匂いは逃げにくく、体調にも影響するので第3位にしました。第2位は大きな話し声と電話です。これは夜の電車で特に気になります。友達同士で話すこと自体は普通ですが、車両全体に聞こえる声になると印象が変わります。昨日あったことを全部発表するような声量だと、聞くつもりがなくても内容が入ってきます。しかも個人的な話まで聞こえると、こちらが少し気まずくなります。そうです。恋人との喧嘩や会社の話を大声でされると、秘密を預けられた気分になります。電話も短く今電車です、後でかけますなら理解できます。でもずっと普通の音量で話し続けると、なぜ今ここで全部話すのだろうと思います。私は昔1時間近く同じ車両で仕事の電話をしている人を見ました。1時間ですか？それはもう周りの人も会議の参加者みたいですね。そうなんです。途中から会社名や数字まで聞こえて、情報の面でも心配になりました。私は大声のグループが近くに来たら、できるだけ別の車両へ移ります。注意しても声の感覚は人によって違うので、静かに離れる方が安全なことも多いです。大声は広い範囲に届き、長く続くこともあるので第2位です。そして第1位は降りる人を待たずに乗ってくることです。私はこれが一番辛いです。電車の基本はまず降りる人を通してから乗ることですよね。はい。でもドアが開いた瞬間、前から人が入ってくると出口が急に細くなります。急いでいる気持ちはわかりますが、先に乗っても中に人が残っていれば進めません。むしろお互いにぶつかって全体が遅くなります。そこがまたイライラします。合理的に見ても降りる人を先にした方が早いですね。私は一度大きな荷物を持って降りようとしたとき、
正面から2人に入られて止まりました。それは危ないです。足元が見えにくいと転ぶ可能性もあります。その時は思わず、先に降りさせてくださいとはっきり言いました。必要な場面では短く具体的に言うのがいいですね。感情より行動を伝えます。ただ、毎回言えるわけではありません。疲れている日は、その一言を出す力もありません。だからこそ、みんなが同じ基本を守るだけで、電車の空気はかなり楽になります。危険もあり、朝から気持ちが乱れるので、これを私たちの第一位にしました。ここまででトップ5は決まりましたが、ランキングに入らなかった候補も多かったです。例えば、濡れた傘を人の足に当てたままにすることですね。それはかなり上位です。雨の日に靴下まで濡れると、一日ずっと悲しいです。私は、空いている席に荷物を置いて人が来てもすぐ動かさないことが気になります。私は席より肘が横から何度も当たることの方が気になります。スマホを見る姿勢で肘が大きく外に出る人もいますね。そうなんです。本人は小さく画面を見ているつもりでも、肘は元気に動いています。肘だけ活発という表現は分かりやすいです。あと、足を広く開いて2人分のように座る人も混んでいると気になります。私は逆に、眠って何度も肩にもたれてくる人は少しなら許せます。私は1回なら大丈夫ですが、何度も強く来ると、こちらの首が疲れます。同じ行為でも、相手の体調や混み方、自分の余裕で感じ方が変わりますね。ランキングは共通でも、細かい順位にはその人の生活が出るのが面白いです。では最後に、イライラしたとき、実際にどう対処するかを3つに分けて考えたいです。1つ目は我慢する。2つ目は場所を変える。3つ目は注意するですね。私は基本的に短時間なら我慢します。降りる駅まで数分ならその方が気持ちが楽です。私も同じです。ただ、匂いや大きな音で体調が悪くなるなら早めに移動します。場所を変えるのは逃げたように感じる人もいますが、自分を守る大事な選択です。そうですね。相手を変えるより自分が安全に動く方が早い場合も多いです。注意するのは、ドアを塞いで降りられない時など、今すぐ行動が必要な場面です。その場合は、すみません、降ります。少し通してくださいのように短く言います。マナーが悪いですと評価するより、通りたいですと目的を伝える方が安全ですね。相手が怒っている、酔っている、様子がおかしいと感じたら、直接言わない方がいいです。駅員さんや車掌さんに相談する。次の駅で降りる。周りの人の近くへ移る方法もあります。イライラをゼロにはできませんが、対処法を持っていると少し気持ちに余裕ができます。我慢だけにせず、安全を優先して自分に合う方法を選びたいです。今日は電車の中でこれやめてほしいランキングトップ5を話しました。5位はスマホの音、4位はドア前と大きなリュック、3位は強い匂いでした。2位は大きな話し声や通話、そして1位は降りる人を待たずに乗ることでした。どれも小さなことに見えますが、毎日の通勤や通学では大きな疲れにつながります。私も話しながら自分が知らないうちに誰かを困らせていないか少し考えました。マナーは完璧でなくても、周りを一度見るだけで変わることがあります。そしてイライラした時は無理に戦わず、我慢、移動、相談を使い分けたいです。安全を守りながら、自分の気持ちも守ることが大切ですね。皆さんの第1位もぜひコメントで教えてください。私たちと同じか気になります。今日の会話が共感できた、または日本語の練習になったと思ったら高評価をお願いします。これからも日常で本当に使う日本語をゆっくり楽しく話していきます。続けて聞きたい方はぜひチャンネル登録もお願いします。今回の会話のスクリプトはトップコメントから見られます。それではまた次回お会いしましょう。